おはこんばんにちは。今日も月が綺麗ですね。どうもどうも、月見はおです。今日も僕と一緒に日本語を勉強していきましょう。今回は、なんなんについてという文法を紹介していきますよ。それでは早速、行ってみよう。じゃあ早速、最初の例文を読んでいくよ。日本文化について勉強したいです。今回は、このなんなんについてを勉強するよ。これは、なんなんの内容とか、なんなんに関係することという意味。英語で言うと、about なんとかだよね。この例文では、日本文化のことを勉強したいっていうことを言っているんだね。じゃあ、もう一つの例文を見ていくよ。映画についての感想を教えてください。これも同じ。映画というのが、この会話の話題になっているんだね。言い換えると、感想の内容が映画のことってことだ。じゃあ、使い方を見ていこう。なんなんについては、名詞とだけ一緒に使えるよ。なんなんについてという基本的な言い方や、なんなんについてはという主題を表す言い方もあるんだ。例えば、来月の予定については明日メールしますって感じでね。これも来月の予定が話題になっているよね。来月の予定は明日メールしますって意味。それからなんなんについてのプラス名詞の使い方もとっても多いよ。さっきの例文を見てみてね。こうやって話題になることを取り上げたりするときに使うんだ。よく使われているから、きっと聞いたこともあるよね。じゃあ、もう一つ、他の言い方も紹介するね。新しいプロジェクトに関して意見がありますか？これはどうかな？なんなんに関してというのは、なんなんについてと同じ意味。なんなんに関しての方が、ちょっと硬い言い方になるよ。つまり、新しいプロジェクトについて意見がありますかってことだね。じゃあ、こっちの使い方も説明するよ。なんなんに関してもちろん名詞と一緒に使うよ。なんなんに関しての後には、思いますとか考えますとか調べますっていう言葉がよく入る。例えば、今回の問題に関してどう思いますか？みたいにね。会社とか真面目な場面で使われることが多いよ。それから、なんなんに関するプラス名詞という使い方もあるよ。日本の歴史に関する本を読んでいます。これは、この本の内容が日本の歴史ってことだよね。他にも、なんなんに関する映画とか、なんなんに関するニュースとか、いろいろな言い方があるんだ。まあ、会話の中では、ついてを使うことの方が多いかな。みんなもぜひ使ってみてね。それでは今日の復習いってみよう。僕に続けて練習してみてね。今日はなんなんについてとなんなんに関して2つの使い方を紹介したよ。日本文化について勉強したいです。映画についての感想を教えてください。新しいプロジェクトに関して意見がありますか？日本の歴史に関する本を読んでいます。意味はほとんど同じだったよね。どっちもよーく使われるから、しっかり復習よろしくね。ということで、今日のお勉強はここまでです。これからも皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いします。わからないところがあったらコメントもお願いします。今夜も月見ありがとう。それでは皆さん、またねー。